皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国における国防法改正について解説を行っていきます。ここ最近私は中国の動きを連続的に取り扱っているわけですが、これには訳があります。今まさに米中冷戦のその構造の中において、アメリカは大統領選挙をめぐる混乱というものが起こっています。一方で中国はそうした選挙というものがありませんから、アメリカの混乱をよそめに、今のうちに自分たちの体制固めをして、この米中冷戦のこの構造化における自分たちの政治、外交、経済、軍事、それぞれの分野における拡張政策というものを進める方向になっています。今回取り上げる国防法の改正について言っても、純粋な軍事的な意味での拡張政策に役立つというだけではなく、そのような軍事的な圧力を高めることが、中国にとっての外交的な外に向かう力というものを強める効果があります。ですからこの動きというものは非常に理解しておく必要があります。それでは中国の国防法改正、その問題点などについて取り扱った記事をどうぞ。中国、宇宙の軍事体制強化。国防法改正、南シナ海への関与を強める。中国の国会に相当する全人代常務委員会は26日、改正国防法を可決した。中国の発展利益が脅かされた場合などに、軍民の総動員も辞さない姿勢を見せた。東、南シナ海を含む海外への関与を強めるほか、宇宙やサイバー空間の軍事体制も強化する。改正国防法は海外利益を守るために戦略的な支援を提供するとした。習近平国家主席肝入りの広域経済圏構想一帯一路をめぐる海上交通路シーレーン防衛に意欲を示した。インド洋に浮かぶ海上交通の要衝スリランカやパキスタン、ミャンマーなどでは中国の支援で港湾建設が進む。現地駐在の中国人の保護などを名目に中国海軍の活動範囲が広がる可能性がある。新政不可侵として守る海域も広げた。これまでの内水領海から領水という新たな概念に変更した。北京の軍事関係筋は尖閣諸島の領海のすぐ外側の接続水域や中国が南シナ海などで主張する管轄海域も防衛対象として意識した可能性があると警戒する。全人代では中国公船を管理する海警局の活動に法的根拠を与える海警法も近く可決される見通しだ。外国船舶への武器使用の基準が日本の海上保安庁よりも緩く、強硬措置に出やすくなるとの懸念が周辺国で高まっている。東・南シナ海で海邦軍や中国公船の活動が増える可能性は高い。改正国防法では宇宙や電磁波、サイバーなどネット空間を重大な安全領域と位置づけ、国家として必要な措置を取ると記した。軍事転用ができる人工衛星や他の衛星を無力化するキラー衛星などの開発が加速しそうだ。アメリカ国防総省の報告によると、中国は電波妨害装置などの電磁波を使った兵器の開発を強化している。今回の法改正で弾みがつく可能性がある。11月に中国人民大学国際関係学院の金副院長は、中印の国境をめぐる対立で解放軍がマイクロ波兵器を使用してインド軍から山頂の陣地を奪ったと新兵器の存在を匂わせ、軍事関係者を驚かせた。マイクロ波は電磁波の一種で電子レンジにも使われている。戦闘前に相手を事実上無力化する電磁波攻撃の開発が進む可能性がある。サイバー分野の攻撃力も高める。日本の防衛白書によると、中国は17万5,000人規模のサイバー戦部隊を要する。そのうちサイバー攻撃部隊は3万人に上る。アメリカは6,000人強で、いずれも日本の自衛隊を大幅に上回る。法改正で重点分野に明記されたことで、人員や予算の投入が進むとみられる。今回紹介した記事の中では、国防法を改正することによって一体どんなリスクが高まるのかという話が次々取り上げられてきました。しかしこれは何も話を大げさに持っているわけではありません。というのも、今回取り上げられたそうした話というのはほとんどがこれまで中国がどんな動きをしてきたのかといったところを一つ一つ丁寧に取り上げただけに過ぎません。つまり全くない話ではなく、すでにやっているものを改めて法律でこれを裏付けてより発展させていこうというのが中国の狙いなのです。しかもこの動きというのがまさにアメリカが大統領選挙における混乱というものがあって、この混乱下における中国が一歩抜き出ようという動きだと言えます。
そしてこの国防法を改正することによって一体どんな問題があるのか、そのポイントについて2つ述べましょう。今回の国防法改正によって1つ大きく目立つ部分があります。それは発展利益を害する動きに対しては軍民同意といったことも十分考えられるといった部分についてです。そもそも発展利益が一体何を示すのか、その定義は非常に曖昧で、それこそ中国共産党がこう思ったなというその時点における判断が優先されるものであり、何が中国にとっての発展利益かなど第三国には分かるものではありません。ですから自分たちの都合のいいように解釈して、これは我が国の発展利益を害する動きだというふうに認定すれば、それがすぐに国防法に抵触し軍民を動員するような事態へと発展する可能性があるのです。では中国における発展利益を害する動きというのは一体何を示すのでしょうか。代表的なものとしては2つ考えられます。その第1は台湾です。中国にとっての台湾というのはあくまでも自分たちの国土の一部だという考え方があります。ですから台湾政府に対して習近平国家主席は一国二制度を導入することによって香港と同様に我が国に併存すべきだという考えを示していて、もしもそのような動きに反して台湾が独立するような動きを見せれば、それは反乱分子として軍事的な鎮圧も辞さないということを過去に発言しています。これなどはまさに中国の発展利益に対する反抗であり、その反抗に対しては軍民を動員してこれを鎮圧しようというのですから、基本的にいかにも今回の国防法に抵触する動きと言えます。そして発展利益を害する動きの2つ目の例は尖閣諸島です。中国は尖閣諸島は我が国の領土、領海、領空であるということを主張しています。ですから彼らにとっての主張というものを害する動きというのを日本がすれば軍や民間人の動員といったものにつながることを示唆しています。この時点ですでに日本に対しても圧力をかけますよということをある程度事前予告しているようなものです。またこの国防法の発令その前の段階においても、私は以前の動画で中国海警法の改正についても取り上げました。この海警法の改正について言っても、中国は尖閣諸島に対する野心というものを非常に明確に示しています。中国海警局は軍の指揮下に入り、そして装備も整えられ、そして自分たちの領海内における武器使用などについての制限なども緩やかなものとなり、彼らにとって都合良い解釈でこの武器を使用する可能性があります。中国海警局が第2の海軍となっている以上、その上である人民解放軍についても今回の国防法改正によってより動きやすくするという狙いがあるのは明らかです。そして次の問題は発展利益についての話で、海外の利益についても我々は守るということを意思表示していることは非常に警戒せねばなりません。記事の中では自分たちが積極的に関わっている港湾設備などについて中国の利益を守るために海軍などがそこに関わってくるという可能性があるという話をしていますが、これと同様に中国共産党が自分たちにとっての発展利益を害するなというふうに判断すれば、別にそれが世界中のどこであろうとも国防法に基づく軍や民間人の活用というものが考えられるわけです。その点についても注意しなければならないのは、海外における中国共産党員の活動や、もしくは中国共産党の息のかかったスパイの活動です。先日中国から中国共産党員のリスト195万人が流出して、そのリストには海外の領事館などで働いている人たちはたくさんいるという問題をオーストラリアの報道機関が流しました。この195万人というのはあくまでも全体からすればわずかです。なぜならば中国共産党員その全体像としては9000万人は超えていると言われているからです。そしてその中のたった195万人のリストが出ただけで海外の領事館で働いている人たちがたくさんいるよということが分かったわけですから、今回流出した以外の名簿を見れば、もっと地球全土に様々な分野において様々な形で中国共産党に息のかかった人物というものが散らばっていることがきっと分かるはずです。当然のように日本にも多くの人たちがいることは想像できます。ただ日本においては、たとえ中国共産党員ですよというのが分かったとしても、その人が別に犯罪をしていなければこれを取り締まることはできません。しかし、たとえ犯罪行為は見つからなかったとしても、彼らが常時日本国内において世論工作などに励んでいるかもしれませんし、また尖閣諸島で何か日中の衝突などが起こった時に、それこそ国防法に基づく指示命令というものが彼らに下され、それまでは犯罪行為をしていなかった人たちが
世論工作のようなものから破壊工作のような違法行為へと発展する可能性すらあるのです。このように中国の国防法改正というのは、これまでは水面下では最悪のシナリオとしてはこうなるかもしれませんよといった予想シナリオというものが、より明確に法律という根拠を持って実施されるかもしれないという意味では、より危険性というものが明示されるような形になった非常に注目すべき動きだと言えます。そしてこのような中国の動きというものをもっと日本の政治家は見つめて、日本の体制をもっと整えなければならないと奮起してほしいものです。それこそ法律的な裏付けがなければ、現在の自衛隊が実力を発揮することは難しいですし、自衛隊の戦力そのものを充実させることも、やはり法律的な裏付けや政府の支援なしには成し遂げられないからです。そして大原則として、日本のことは日本自身で守らなければならない。そのために法律や自衛隊の整備をしなければならないというのはまず第一原則なわけですが、しかし同時に一国だけで中国と対峙するのは非常に危険であり、そのために多国間連携というものを大事にし、クアッド、アメリカ、日本、インド、オーストラリアという4カ国とプラスアルファとして5つの情報同盟国との連携も深めていくことによって、まさに連合というものを形成していくような動きをして、中国の動きに対抗しうる日本を目指すべきだと私は思います。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。